はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は前回に引き続き、先日3月14日にバージョンアップしたクリップスタジオペイントの新機能について、僕が開発の監修を担当させていただいた 3D 頭部モデルの方に的を絞って、その使い方と 3D モデルを下敷きにして実際にキャラクターを描くときのコツやポイントなどについてお話しさせていただきたいと思います。クリップスタジオペイントが 2.0 にバージョンアップしてどんな機能が増えたのかについては前回の動画でお話しさせていただいていますので詳しくはそちらを見ていただければと思いますが今回の動画は実践編ということでバージョンアップして増えた新機能の中から僕が開発の監修をさせていただいた 3D 頭部モデルの機能に的を絞ってアニメによく出てきそうな女の子やチビキャラBL 風の男性キャラまでいろいろなパターンのキャラクターを実際に描きながらその使い方とキャラクターを描くときのコツやポイントについて詳しくお話しさせていただきたいと思います。バージョンアップしたクリップスタジオの新機能 3D 頭部モデルを使ってみたい方、クリップスタジオは使っているけどバージョンアップをしようかどうか迷っている方はぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、今回僕が監修させていただいた 3D 頭部モデルを実際に使いながら説明していきたいと思います。まずは素材パレットから頭部モデルを選んでキャンバスにドラッグ&ドロップで配置したら、ツールプロパティパレットの顔ブレンドにある各顔のサムネイル右下に数値が表示されています。この数値でその顔をどの程度ブレンドするかを指定します。サムネイルをタップするとスライダーが表示されて数値の調整ができますので顔をブレンドしてこんな感じで自分好みの顔を作って好きな角度に配置することができちゃいます。またお好みに合わせて顔の各パーツの大きさや位置、角度の調整もできちゃいます。ツールプロパティパレットの顔パーツの操作の左側にある横顔の画像で調整したいパーツを選択すると、右側にパーツに対応した調整スライダーが表示されますので、いろいろ試してみましょう。こんな感じで各パーツごとに自分の好きな感じにカスタムできちゃうんですよね。左右のパーツで異なる調整をしたい場合は、右の顔、左の顔を選択します。片方ずつ調整することで表情のある顔も描きやすくなりますよね。鼻を調整する際は、モデルをこんな感じで斜めに配置して、4面図を表示しておくと、上下、左右、高さや鼻の向きなどを調整したとき、他の角度からの見た目も同時に確認できるのでおすすめです。口を調整するときは、横顔にしておくと上下や前後に調整した時の見た目を確認しやすいかと思います。今回の頭部モデルは首をまっすぐにしたまま頭だけが動かせるようになったので、首を傾けたポーズなどより自然なポーズを作れるようになったのではないでしょうか。ということで、実際にこの 3D モデルを使って何も見ないで描くにはちょっと難しそうなこんな角度の顔を描いてみたいと思います。この 3D モデルですが、今は見やすいように輪郭線が表示されていますが、下敷きにしてトレスする際は、輪郭線のチェックを外すか、パラメータを1にしておくと作業がしやすいと思います。ということで、この 3D モデルを下敷きにして、漫画やアニメによく出てきそうな女の子のイラストを描いてみましょう。まずは鼻の部分ですが、鼻の部分はリアルなキャラクターを描くわけではないので、3D モデルの線をそのままなぞるだけで十分だと思います。続いて目の部分を描いていきます。今回は 3D モデルの上まぶたのラインをそのまま拾って描いてみましょう。3D モデルには瞳がないので、瞳に関しては自分の好きな方向に向けて描いてあげてください。あとはお好みでまつげなんかを足してあげてもいいと思います。そして二重まぶたのラインを描いて目の部分は完成です。反対側も同じように描いていってみましょう。上まぶたは 3D モデルをそのままなぞる感じ。奥に回り込んでいる部分はちょっと書き足してあげてますね。下まぶたもそのまま 3D のラインをなぞっていきます。あとは瞳を視線が揃うように描いてあげて、二重まぶたのラインを描いてあげたら完成です。
次に眉毛ですね。眉毛はそのままラインを拾ってあげます。眉間の線を描き足してあげて完成ですね。口に関しては漫画っぽさを出すためには 3D をそのまま使うとちょっと違和感が出てしまうと思うのですが、とりあえず試しに 3D のラインをそのまま拾ってみます。額から顎までの輪郭線は 3D モデルをそのままなぞっていきます。首へのつながりも試しにこのままなぞってみましょう。ちょっと出っ張ってる部分がありますが、そこは整えて描いていきます。次は耳ですね。耳は 3D のリアルなポジションだとアニメや漫画のキャラとは相性が悪いことが多いので、少し下に下げて前の方に持ってきてあげるのがポイントです。位置が決まったらこちらもそのままなぞっていきます。耳から顎のラインもそのままなぞっていくのですが、こういうキャラの煽りの顔の場合は全部線でつなぐとリアルな骨格になってしまうので、この辺までにしておくのがポイントです。あとは首のラインですが、首もこのまま描くと違和感が出そうですが、まずはこのままなぞっておきましょう。次に髪の生え際を描いていきます。意外と描かない人も多いのですが、描いておくことで自然な前髪が描きやすくなると思います。これで 3D 頭部モデルを一通りなぞり終えましたね。この素体に髪や体を足してキャラクターとして仕上げていってみましょう。こんな感じで線画が完成しました。いかがでしょうか？やっぱりちょっと口元に違和感がありますかね。こういった漫画のキャラクターをリアルな口で描いてしまうと若干違和感が出てしまうので、やはり漫画には漫画らしい口元の描き方というのがあるのかなと僕は思います。あとは顎のラインですよね。3D モデルの反対の耳につながる顎のラインを素直になぞってあげて首をまっすぐつないであげた方が自然な仕上がりになるのではないかと思います。せっかくなので細かい部分をちょっと修正して簡単に色をのせていってみましょう。頭のボリュームがちょっと足りないみたいだったので修正していきます。ということでこんな感じに完成しました。口の形と首のつながりを調整しましたが、あとは 3D モデルをそのままなぞって仕上げてみました。本当になぞっただけなのにほとんど違和感なく描けましたよね。最後に髪のボリュームを調整しましたが、こういったアニメキャラの場合、髪のボリュームを多めに取ってあげた方がキャラクターらしく見えると思いますので、一つの参考にしてみてください。続いては、このパラメータを上げて、チビキャラを描いてみましょう。先ほどと同じく耳の位置を少し前にずらして、高さも下に下げておきます。チビキャラは元の状態だとちょっと目が小さいと思いますので、目の大きさを少し大きめに調整します。表情を明るくしたいので、眉毛を上の方にずらしておきます。眉毛がフラットだと無表情に見えちゃうんですよね。こんな感じで顔のパーツを調整したら、顔の向きを調整して描きたい角度に合わせます。今回は意外と難しい少しだけ斜めになった男の子のチビキャラを描いてみましょう。まずは目ですが、先ほどと同じく上まぶたの部分をそのままなぞっていきます。目尻の部分はデザインに合わせて少し描き足してあげてもいいと思います。デフォルメキャラの場合、3D モデルの上まぶたのラインがもともと厚めに設定されているので、なぞるだけでそれっぽくなると思います。まあ目の形に関してはキャラクターによって様々ですので、3D モデルは位置の参考として考える程度でもいいかもしれませんね。鼻を点で表現する場合、3D の鼻の頂点の位置を基準に点を描くようにするのがポイントです。口はこの 3D ではもともとデフォルメされていますので、このままなぞっておきます。眉毛もこのままなぞっていきます。輪郭線と耳もこのままなぞっていきましょう。耳の中のデザインなんかは 3D モデルだと結構しっかりめに描かれているのですが、デフォルメ具合に合わせて省略していきます。3D モデルは角度によって絵的に不自然なラインに見えることがあるので、そのあたりは調整して描いていきます。あとはお好みで体を描き足してあげましょう。今回は学生服っぽいデザインにしてみました。そして仕上げに目のデザインと髪の毛を描き足してあげれば完成です。
こんな感じで線画が描けましたね。せっかくなので、こちらも簡単に色を塗ってみましょう。こちらも頭のボリュームが少し小さく感じたので調整していきます。こんな感じに仕上がりました。こちらは元の線画を調整することなく、本当に 3D モデルをただなぞっただけなんですけど、簡単にそれっぽい絵が描けちゃいました。真正面じゃないけど、ほぼ正面みたいな顔って左右の目のバランスとか絶妙に難しかったりするので、これはプロの人でも作業効率アップに使えるのではないでしょうか。最後にもう一人、今度は BL 風の男性キャラクターを描いてみましょう。顔のブレンド、リアルシャープとリアルソフトをこれくらいでブレンドしたら、顔のパーツを調整します。BL 風の男性キャラの場合、目の縦幅を狭く、横幅を広げて切れ長にしておくとそれっぽくなると思います。眉毛は下に下げ、目との間隔を狭めます。唇は少し薄くしておきましょう。耳の位置も先ほどと同様前気味に調整します。あとは自分の描きたい角度に顔の角度を変えていきます。今回は奥の目が少しだけ見える絶妙な角度を描いてみましょう。目の印象がイメージと違ったので、もっと横幅を広げて切れ長にしていきます。角度のついた顔で調整した場合、正面や真横から見たとき顔が破綻していないか確認しておくと良いかと思います。これで良さそうですね。そしたら線画を描いていきましょう。まずは目からなぞっていくのですが、今回はそのままなぞるのではなく、もう少し切れ長な目の印象にしたかったので、上まぶたの見え方をちょっとだけ調整しました。そこに瞳を描き込んで、下まぶたと二重の線はそのままなぞっていきましょう。反対側も同じように描いていきます。目が少しだけ見えている角度って苦手な人が多いと思うのですが、これなら顔のバランスに悩まされることなく描けそうですよね。眉毛の位置はこのまま 3D モデルをなぞって描いていきます。鼻もこのままなぞっていきましょう。この絵柄に合わせて鼻の穴の線もなぞって描いていきます。あとは輪郭線をそのままなぞって描いていきます。今回はリアル寄りのキャラなので、口は上唇と下唇の線もそのままなぞって描いていきます。顎のラインとおでこのラインをなぞったら、反対側の耳を描いて、顎をつないでいきます。今回は耳の中をしっかり描いた方が良さそうなので、3D モデルの耳の凹凸をそのままなぞって描いていきます。あとはお好みで首から下と髪の毛を描き足してあげましょう。この 3D 頭部モデルは現状では自動で体の 3D モデルと合わせることはできませんが、将来的にはそういった機能もつけていきたいということなので、次のアップデートに期待して待っていましょう。こんな感じで線画が完成しました。こちらもせっかくなので簡単に色を塗っておきましょう。こんな感じに仕上がりましたね。こちらの男性キャラも上まぶた以外はそのまま 3D モデルをなぞっただけなんですけど、いい感じに仕上がったのではないでしょうか。カスタマイズした 3D モデルは設定をそのまま保存できますので、自分のよく使うキャラクターの 3D を作っておけば、顔の角度によって印象が変わってしまうなんてことがなくなると思います。ということで、今回はクリップスタジオペイントに新しく搭載された新機能、僕が監修を担当した頭部 3D モデルを使って実際にキャラクターを描いてみました。この動画を一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵描きライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。